ブッシュ片付けのないそれがしは鎌倉で宿と食堂を営んでいる現代の武士でござる。本日はですね、武士の日本一周のお話をしたいと思っておるでござる。いざ行こん。武士はですね、東京のある大学に行って私立大学だったんですけど、そこで文学部、日本文学専攻でしたね。日本書紀とか古事記とか日本の神話とか日本の歴史とか勉強しました。この間もちょっと話したんですけど、予備校でね、英語の先生の上野先生っていう校長先生に会って英語も勉強したいなと思って、日本文学を勉強しながら英語の勉強のサークルみたいなのに入って1週間英語漬けとかそういう感じでやってて、その仲間とですね、よくアホなことをやってました。例えば富士山をですね、海抜0メートルから登るとか、山手線ってあるじゃないですか、あれをですね歩いてやるっていうのをやってましたね。山手線はアホだったっすね山手線はアホだったですね。皇居の近くの芝生で4人で行ったんですけど、寝転んだ時になんかカラスがアホアホって鳴いてたような気がして本当にその時はみんなで大笑いしてましたけど、暇を持て余してというか、学生ならではのアホなチャレンジをたくさんしていたでござる。英語はねすごく勉強してましたね、その当時から。そんな武士でした。武士はですね、明大前っていうところに下宿してて、多分その当時この宿よりも古いようなアパートに住んでて、風呂なしキッチンなし、隣は売れないミュージシャンのカップルが住んでたりとか、1階は東大生が住んでたりとかしてて、4世帯が暮らすようなアパートに住んでて、よくたまり場になってました。大学からすごい近い場所にあるので、全く知らない野球サークルの荷物とか置かせてくれるっつって勝手に出入りされてたりとかしてましたね。鍵はかかってなかったです。片付けない。片付けない日本一周しようと思ったのはですね、バイクに乗ってたんですよね。予備校の時に上野先生に教えてもらったバイクの乗り方っていうのを 50cc バイクがあって、それを使って富山から実家に帰るとかっていうのをやってたんですよ、 50cc バイクで。それが高じてしまって上高地でキャンプしたりとかしてやってたりしたんですよ。もしかしたら野宿とかして日本一周とかしたら面白いかもなと思って、それでね6ヶ月以上かけてですね、海岸線を中心に回ってきて日本の大きさを知ったっていう形で、バイクで自分の今住んでいる場所を離れていろんなとこに行ってみるっていう新しい発見があるかもしれないと思って日本一周をしてみました。バイクはね 50cc だったんですけど、イメージすると 50cc ってあんまりスピード出ないとかあるじゃないですか。実はですね、武士が乗ってた NS50F っていうのはお下がりでもらってるもので、昔はフルサイズの 50cc っていうのがあって、車輪もね結構大きくて改造すれば 100kg 出るフルサイズ 50cc って感じで、そういうバイクを改造して乗ってます。皆さんちょっとわかんないかもしれないけど、ワープって耐久とかで出てくるんですね。パワフルなバイクです。ただね 50cc のでちょっとそうなんで、そう言ってもね大体6ヶ月以上かけて日本一周したので、その期間はね大学の休みもそれぐらいはないので、ちょっと大変お願いしたりとかしていろいろな人にちょっと迷惑をかけながら行ってたんですけど、 50cc だと皆さん分かると思うんですけど、高速道路には乗れないですよね。なので結構地方に行くと道が荒れてたりとか、そういう悪路をですねテント道具を積んだ 50cc バイクでね行ってたので、それはすごかったですね。ホテルとかそういうところには泊まらなくて、ほとんど野宿だったので水場を狙ってねたくさん野宿キャンプしてました。海辺の人にはよく助けてもらって、トントンって言って「お兄さんいる?」って言われておやつをねくれたり、おにぎり持ってきてくれたりとかして、私野良猫好きだから野良猫いると餌あげちゃうのよって言って、あそっか武士はもう野良猫なんだなと思って本当にありがたい、その時のその人でしかできないなんか温かいものを感じましたね。夕日ぐらいになると夕日を見るっていうのが結構その旅の醍醐味にしてたんで、夕日スポットをね探していってて、調子に乗ってね給油を忘れてしまった時にガス欠になってしまって、青森の結構山奥で、そしたら軽自動車のね農家の人だと思うんですけど「おおどうしたあんちゃん」みたいな感じで来て「ちょっとガス欠しちゃって」って言ったら、しばらくして戻ってきて、本当はいけないんですけどペットボトルにガソリン入れてダメですよこれね。それで給油してなんとかエンジンかかって行ったりとかね。あとはあれですね、野犬に襲われたりね。自分はキャンプ場の使用代も払うのもちょっとケチってたんで、普通の小川のそばにテント張って、その日なんかちょっと肉焼いちゃったんですよ。複数の犬が夜中ほーって感じで来て、やべえ俺もういよいよ死ぬかもしれないって時に何やったかっていうとバラ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 ンっつって、そしたらなんか逃げてったっていうね、そういう野犬とかもありましたし、本当にねゲリラ的にキャンプしてたんで、朝起きたら熊注意とか書いてあったりとか、そういうのとかもよくありましたし、あとねやっぱり東から西に抜けると雨を抜けるんですよね。 T シャツ1枚で道中行ってたんですけど、それがだんだん黄色くなっていくっていう、本当にたくさんねいろんな人と出会いましたね。青森の鰺ヶ沢ではヒカルさんっていう人がね止めてくれたりとかね、年賀状のやり取りとかしばらくやってましたけど、旅のすごい楽しい思い出がたくさんあります。思い出せないぐらいたくさんある。昔のね日記ちょっとね探してみます。その旅はもう6ヶ月ぐらいで、
最初はね世田谷からスタートして1号線を基本にしていってで1号線が2号線に変わるみたいなところをやって九州にいて3号線で行ってそこで鹿児島まで弾丸でこう行ってフェリーに乗って沖縄に行ってでそこから大阪に戻ってきて四国行ったりして岡山とか山陽地方行って山陰で日本海側行って北陸とか行って秋田とか青森とからへん行ってでその後北海道に渡りましたね。北海道ぐるーっと回ってそれでまた本州戻ってきて太平洋側戻ってきてみたいな感じですね。そこから実家の富山に戻って富山に戻る時にすごいハプニングがあってその時あんまりバイク自分でいじってなかったのでバイクの仕組みが分かってなくて車輪とシャフトが回るところのベアリングっていう車輪が回るようになってるところなんですけどちょっと剥がれてて何の気なしにこうベリってやってたらベアリング全部落ちちゃってその後の走行がね全部ベアリングないからスムーズにいかないんですよ。だから峠をこんな感じで曲がったりとかして実家に着いてからベアリングを打ち直してもらったみたいな。いやあの時はね本当に手が本当にもうしびれるぐらいこうベアリングって大事なんだなって分かりました。そんなハプニングがありました。で実家でねちょっと休んでからまた開始したって感じですね。それで山の方海の内見とかいろいろ回ってみたいなそんな感じでござる。かたじけない。日本一周に限ってはすごいいろんなドラマがあったりとかしていろんな人に助けてもらったし今も仕事としてやってるんですけど今いる場所から出会うっていうのが安心している場所をちょっとでも離れてみるとそこに新しい出会いがあるっていうところで人間やっぱり長いところにずっと暮らしてると行き詰まっちゃったりとかいい悪いとかで判断しがちになると思うんですけど別のところに行くとか動くとかっていうところをやっていくと新しいことが生まれてくるかなと思ってそういった意味ですごくアホだなと思ってるけどやってよかったです。今に生きてます。今言うと恥ずかしいんですけど体汚れてたんで福岡でお風呂入ったんですよね。今で言うスーパー銭湯みたいなスーパー銭湯よりもなんかもうちょっと安いようななんかそういうのがあるんですよ。そこでちょっと汚れちゃった体を洗ってたら隣のちょっとおじさんがですね武士の太ももを触ってですねこれいいとこ行こうよって言われてうわーみたいな。その時はちょっと武士あんまりそういう世界にはちょっと免疫なかったんで初めてのそのね多様性というか触れてちょっとびっくりしてあこういう世界もあるのかみたいなその話をねゲイの友達とかにするとあそれ発展場だよって言われてそういう目的で来るところだよって言ってあそっか知らないで行っちゃったけどいい経験したなって思ってます。かたじけない。この旅を通じていろいろな人に出会ったんですけど鰺ヶ沢でねヒカルさんっていうねすごい釣りしてる人がいてすごいね夕日一緒に見たんですけどその時になんかその自分のね大学生で日本一周してるんだっていう話をなんかすごいよく聞いてくれてで自分の息子もなんか実は東京に行っててみたいな感じで泊まってきなよみたいな話になって、それで交流が広まったんですけど地元の人しか知らない地元とかっていうのを教えてくれるなっていうところで自分もね今この宿をやっててお客さんに提供したいのもなんかホテルとかその決まったような形で人に会わないとかじゃなくてここに来たらここに寄ってくれるローカルの人とお話ができたりとかいろんな関わり方があるよっていうところでそこの場所に来た時に地元の人に会えるそういう温かさっていうのがね本当に感じれたなと思います。すごいねご馳走してくれました本当に。鰺ヶ沢っていうぐらいアジが取れて本当にアジが美味しかったです。武士食堂のアジフライも美味しいです。かたじけない。なんでゲストハウスやってるのって言われた時に自分がやっぱり旅人ですごくいい経験をしたっていうのがあって皆さんやっぱり思いません？地球儀がねあるとしたら人類でアフリカから出て10万年とかそんな感じらしいんですけどホモサピエンスがこうね一気にこの地球全体に広がったんですよ。こんなに世界中に仲間たちがいるっていうのはこの足があって飛行機とかない時代に距離をやっぱり歩けたんですよ。その一つはねこの水筒に水を溜めることができてそれが多分すごい人類の発明だと思うんですよ。火を起こしたこともすごいけれども水を容器に入れてそれを持ちながら長距離を移動する自分の土地から出て他の土地に何かを求めていくっていうのは多分人類のね本能だと思っててなのでその日本一周してる時に感じたのは日本って本当に広いなと思ってメルカトル地図で見ると日本って小さく見えるんですけどでも実際に海洋も含めるとそんなに小さくない国なんですよ。みんな小さいと思ってるけど 50cc
200cc で全部回った時に、日本って本当に都市部にしか集中してなくて、こんなに行けるところがあるの。本当に 70% 以上も森林なんですよ日本って。山と川があって、山と川に隔たれて文化がそれぞれ方言があって違ってっていう形で、なので本当にねグレートジャーニーだったし、これはね世界を飛行機とかで旅するだけじゃなくて、自分の足で見ればこんなにも広いんだってことは分かると思うんですよね。なので今その体験っていうのはゲストハウスにはすごく生きていて、前回紹介しましたけれども、ゲストブックがね今9年で11冊目になったんですけど、そこには本当に旅の思い出たくさん書いてくれてて、自分のいるところから出て会うっていうところの出会いとか、ここで会った人たちと一緒に何か始めるとかっていうところにすごく感動するし、この交流がなんか世界を変えていけるような、そういうことができるんじゃないかなと思ってすごく感じてます。このねゲストさんとホストさんとの関係の中で、今ね5カ国の人がここ鎌倉から子供たちを連れてきてもいいよって言ってくれてる人がいて、一昨年かな、高校生2人が鎌倉からスコットランドに2週間お邪魔するっていうことも実現したし、自分のいるところから出て天地場所を変えて元気になったり、場所を変えて自分の価値観とかっていうのが揺らぐと思うんですよね。揺らがされると自分は何者なんだってことを、ね、気づいてもらえるので、ぜひ皆さん旅をしてください。そして武士に会いに来てください。もし当時の自分がですね彩りに来たとしたら、どういう風に言いたいかっていうと、本当によく来てくれたっていうことですね。ここにもあるんですけど、一期一会ですね。一期一会っていうのは日本の言葉、お茶の言葉で、この瞬間この出会いっていうのはもしかしたらこの一瞬しかないかもしれないっていう、だから大事にしようってことなんですけど、やっぱり出会いはこれからもっとずっと続いていくかもしれないし、もしかしたらこの一回きりでもう本当にまたとないものかもしれないけれども、人生を変えるようなことかもしれないっていうことで、もし昔の自分がここに来たとしたら、ここでゆっくり休んでもらって、旅でどういうことがあったのかっていうのを聞いて、これからどういう風にしていきたいのか。ここに来る人にはね結構野望とか聞いてるんですよ。サラリーマンの人にもね、なんか野望ないですかって言ったら、結構ね面白いことを考えてる人がいたりとかして、なので旅をしてその後ですね、Search yourself ですね、自分の中を見つめてみる。違うものに触れた後に自分は何なんだろうっていうことを自分で見つけるっていう、そういう旅をしてほしいなと思います。なので昔の自分来たら、よく頑張ってるねって言ってあげたいです。かたじけない。かたじけない。日本一周の一番の収穫ですね。それは日本はとても広くてとても深いいい国だなと思いました。自分はねこの後アメリカに行くことになるんだけど、でもやっぱり振り返っても日本一周した時の思い出はすごく大きかったです。同じ言葉を喋る人たちなんだけれども、方言も全く違ってね、なんでこんなに日本って地方でこんなに言葉が違ったり文化が違うんだろうっていうのは、日本は一つの島国であるっていうことと、言語体系文化体系がわりかし保持されやすいっていうところがあって、他の国では廃れてしまった文化っていうのは日本だと残りやすいっていうところで、日本の素晴らしさっていうか、その地理的な特異性っていうものをまざまざと知ることになったなって思ってます。なので今武士として伝えたい、ゲストハウスで伝えたいっていうのも、日本の良さだったり日本の文化的なことだったりアイデンティティだったりっていうところをどんどん伝えていきたいなと思ってます。かたじけない。若者にどういうふうに伝えたいかっていうと、特に日本人はパスポートを持ってる人って全人口の 30% なんですって。ことわざで井の中の蛙大海を知らずってあると思うんですけど、もちろんね同じ場所にいて生きてそこの場所で死んでいくことが全然悪いことじゃないんだけれども、本当にいろんな価値観があるよ。いろんな食べ方とかもあるし、いろんな服装もあるし、いろんな主義主張がある、あといろんな宗教があって、日本にいるだけだとなんで今こういう世の中で紛争が起きてるのかだとか、なんでこういう政治的な状況になってるのだとか、日本の教育ってこういう形なんだけれども、それはいつから始まって他の国と比べたらどうなのかとかっていうところがやっぱり見えてこないと思うんですよね。だから自分は今さっきも言ったけど、海外渡航プログラムとしてお金のない家庭で生まれた子でも自分たちがサポートして向こうに行って海外の価値観に触れられるっていうようなことを考えていて、なので若者にはね特に本当に今いる場所から出て出会ってほしいです。どんどん若者に具体的に応援していきたいと思います。かたじけない。かたじけない。本日は武士の日本一周ですね。日本一周でいろんなこと聞きましたけども、いかがだったでしょうか。とても面白いとか勇気とかねもらえたと思ったらですね、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。皆さんがしたね冒険とか野望、こういうことやってみたいとか、この宿に来たらねこういうこと話してみたいとかってあったらコメントに書いておいてください。全部見てますから。かたじけない。